じゃあ初めちょっとお口の中拝見させていただきます。失礼します。クリーニングとかってお久しぶりですか？そうですね、3ヶ月ぶりぐらいですね。3ヶ月ぶりぐらい。ちょっとね、お口の中の写真撮ります。はい。じゃあ口開けてください。先生、それは何ですか？これは口腔内カメラになります。こういう感じでね。そうなんです。患者さんがすぐ見やすいようになってます。はい、ありがとうございます。虫歯はありましたか？虫歯は大丈夫だと思います。まずはちょっと染め出しをさせていただいて、はい、汚れの方ですね、もっと細部までどこについてるかっていうのをちょっと確認させていただきたいと思います。お願いします。はい。で、唇を広げる器具が入ります。ちょっとゴムで広げるんですけど、痛かったら言ってくださいね。じゃあお口軽くでいいです。失礼します。このぐらいで痛くないですかこれ？はい。じゃあこんな感じで。じゃあちょっとまず歯茎のポケットの検査しますんで、少しチクチクします。ちょっとお痛み強かったらおっしゃってください。はい、じゃあお口軽く開けて、これはですね、いわゆる歯茎と歯の隙間のポケットですね、を測ってます。で、通常だいたい健康な方だと1ミリから2ミリなんですけども、これが歯周病になってしまってポケットができてしまっている方は3ミリ以上、そしてあとこれで見てるのがこういう出血ですね。炎症を起こしているところはこういうふうに出血があったりしますので、こういったところが歯茎が炎症を起こしてますよっていう形になります。例えばここもそうですね、ちょっと腫れてて、で触ると出血です。こことかちょっと痛いですよね。そうだね、ここもポケットありますね。だいたいこのメモリが3ミリなので、これがズボズボって入るってことは3ミリ以上ポケットができてるってことです。年齢重ねていくとしょうがないんでしょうかね。少しずつやっぱり歯の色とかもちょっと歪んできてるような感じと、あと歯茎の状態とかもちょっと良くない。そうですね、一番よく言われてるのが、加齢とともに唾液の量なんかが少なくなるんですよ。で、唾液が少なくなるともちろん虫歯歯周病のリスクってガンって上がりますので、そういったのは関連はしてると思います。ただやっぱりそのメンテナンスですね。メンテナンスがすごい大事になってきますので、しっかりとメンテナンスを続けていれば、年を増されてても、予防なんかは全然できると思います。そうなんですか。はい。じゃあ続いてちょっと染め出しをしてきますからね。失礼します。これはですね、いわゆるプラークって呼ばれる歯垢ですね。あとはバイオフィルムって呼ばれる、ばい菌の塊なんかを染め出して、磨けてるところ磨けてないところなんかをもう目で見て分かる染め出しになります。はい、ありがとうございます。じゃあこのままちょっと洗っていきます。まずこの表面、こういう歯の表面にもこれついちゃってるんですね。歯の溝がございますので、そういったところにやっぱり歯ブラシがうまく当てれてないとやっぱ表面についちゃってる。そしてやっぱこういう歯と歯の間ですかね、ついてますね。じゃあ続いてですね、今ついてる、汚れを全体的にちょっと落としていきます。ちょっと歯茎が炎症を起こしているところなんか少し痛がゆいかもしれないので、お痛みつらかったらおっしゃってください。さあ、力をつけます。軽く閉じ気味でいいですよ。そうです。
大丈夫そうですか？はーい。じゃあ今度は右の奥ですね。これ一番奥はインプラントですかね。でインプラントっていうのは天然な歯に比べて歯茎が炎症を起こしやすいんですね。なので、そこの部分もしっかりエアフローで汚れなんかをやっぱ取ってあげた方がいいと言われてます。はい、よく楽にしましょう。大丈夫ですか？はい。これで1回目エアフローが終わった状態です。すごくすっきりします。はい。じゃあちょっと眩しくなりますよ。失礼します。口開けてください。そうだね。痛くないですか？ここね、ちょっとチクチクしますよ。で、写真撮れます。こういう風にで歯石がついた下のところっていうのはこういう風に歯茎がちょっとやっぱ突石って赤くなっちゃってるんですね。すごい。右側のあそこが今取れたんですね。そうですね。ついたところが取れたような形になります。改善されていく感じですごく嬉しいです。その無理に歯にその超音波を当てる必要ってなくて、全体的に、結局そのエアフローで取れない汚れをこういうふうに超音波で取るようなイメージですかね。じゃあ最後もう一度ちょっと仕上げのエアフローをかけてみます。2回エアフローの意味っていうのはどんな感じなんですか？まずはその全体的な大きい表面の汚れを取ってあげて、でそこから今度歯石ですよね、を取ってあげて、でまた最後仕上げにすることによってもう汚れの取り残りを防ぐっていうのもあります。すごい丁寧な。この後最後にフロスを通します。でフロスって大事なのってもちろん入れることなんですけども、入れるだけだと実は意味なくて、入れてこの歯茎の際にこう滑り込ませるのが大事なんですよ。でゴシゴシゴシとこれを全部やるんですよ。いつもフロスをしている時に、ちょっと出血をしてしまうんですよ。はい、そうですね。まず出血する歯茎っていうのがやっぱりもう炎症を起こしてるんですね。でその歯茎にフロスを入れてあげるとやっぱその歯茎から出血するっていうのはあるんですけども、で出血してるからやらないっていうのはもっとダメで、出血しててもやっぱりそこは正確に入れてあげれば、やり続けると出血の量必ず減ってきますので。はい、お疲れ様でした。じゃあご確認ください。いかがですか？すごい白くなってますね。そうですね。表面の汚れが取れるだけでだいぶ色合いなんかも違って見えてはくると思います。すごいツルツルして引き締まってる感じですね。歯茎が。はい。普段いつもフロス私してる時に出血が出ると止めてしまってたんですよ。なので今日先生が出血がね出てもそのままこうやってくださいって言ってくださったので、これからはちょっと頑張ってフロスもしっかりやろうと思います。はい。はい。